夜日が出てきたよ。また夕方になりました。寒いな外はな。くるちゃん、視聴者さんからのコメントを参考にイリジウムのプラグを買ってみたんで、今から釣りに行くんですけど、その前にこれを装着してみる。これ元のやつ、北海道から何回も使ったから、これも交換します。ブラシで磨いてメンテナンスとかあるけど、だいたい毎回新品に変えちゃう。今後かな。これでいいんか。あ、入った。クリスマスプレゼントです。今年も終わりですよ。イーノーさんの 2000W アワーのポータブル電源です。 P201 プラス。イーノーさんのポータブル電源は俺使うのも見るのも初めてなんだけど、まず見た目が緑ですね。軽バンと軽トラの色にめっちゃ合う、男心くすぐられる感じ。明らかに他のポタ電と違う点先に行っちゃうと、なんか上に収納がついている。これめっちゃよくない？収納ついてんだ。そう、ほらコードがねここに収まるんですよ。これめっちゃいいと思ってて、なんでかっていうと、こういうポータブル電源とか冷蔵庫のコードってもうどっか行っちゃうんだよね。収納があって左右は強靭な持ち手になってるから、これね、こんなん初めてで、もう一個が昔からポタ電に対して思っていたことで、 USB のタイプ C がなんと4個もあるんですよ。最多だな。4個で過去最多。しかもさ、一個一個にカバーついてんだ。素晴らしいよこれ。 YouTube やってるからかもしんないけど、やたらこの USB のタイプ C がね足りないっていう事態が多くって、 GoPro のバッテリーの充電、スマホの充電、 PC の充電とかも、 PC は Mac 充電するのにこういうの Mac のアダプターとタイプ C があるけども、これを介さず直接タイプ C から充電したりしてるんで、本当に助かる、これが多いと。あとスマホも大体のポータブル電源ってタイプ C が2個なんだけど、3個あったらかなり多い方。さらにこれ4個もあるからもう本当に最高。他にはない特徴、上に収納がある、タイプ C が4個もある。あともう1個あった、他にない特徴のもう一つが、ここにつまみがあって、これ充電量を調整できます。400、800、1200、最大で 1500W。 例えばうちだったら 20A までしか家のトータルの電力使えないから、この 1500W なんでマックスで充電してたら暖房と同時に使えなかったりするんで、冷暖エアコンとね。で例えばそういう時に 800W に抑えようとかあったらね、結構これ助かる。一旦電源をオンにしてみます。開封してそのままなんだけど 25%、 ここに残量が表示されてて、残りの使える時間99アワー。入出力のワットかな、右側ワッツって、ここがシガソケ。ここに 12V の 3A のポートもある。これね、使いどころが分かんないんだけど、例えばどういうところで使えるのかっていうのをちょっと知ってる方コメントお願いします。あとはここに USB のタイプ C が4個あるっていうのの上にタイプ A が2個。タイプ C よりタイプ A の方が少ないポタ電、初めて。素晴らしい。タイプ A ね、ほとんど使わない。俺、USB はタイプ C だけでいいと思う。なんならこれ全部6個タイプ C でもいいです。いいのさ。AC の 100V のコンセントが4個。全部カバーされてるんで、ホコリとか、押しちゃった。AC の使いたいときは AC のボタンを押すと。USB 使いたいときは USB を押すと。使わないときは切っておくと。ここに 12V の電源使いたいときはここを押すと。全体を見ていくと、正面の左側はエンジョイライフって書いてありますね。人生楽しもう。で裏側にはなんか諸言表みたいな。よいしょ。反対はこれ何、なんかよくわかんないのがついてて、ここ入力 AC の入力ポート、ここ DC の入力ポート、あ、これXT60、入力電圧に合わせてそれぞれのチャージャーで電圧を設定すれば他社の走行充電器でも充電ができる。
500Wmax で 12V から 60V の間で入力してくださいと。でなんでそれを気にしてたかっていうと、軽トラにこれ積もうと思ってて、よいしょ。軽トラは今ブルーティーのチャージャー1が積んであるんで、チャージャー1からこれを充電できるかどうかがちょっと気になってたんで確認しました。でね、重さがね、持った感じ 2000Wh クラスにしては軽い気がする。持ち手があって持ちやすいからの可能性もあるけど、軽い気がする。重さはね 22kg、軽くはないけど 2000Wh クラスにしては多少軽い気がする。27kgとかそういうの結構見てるから。寸法 399mm、 ここが 289mm、 320mm、持ち手のとこ一番上入れて33センチ強あるように、大きさは 2000W クラスとしては相応の大きさ。リン酸鉄リチウムイオンのセル使っていて、高充電サイクルは約3500回、充電温度は0度から40度、推奨は20度から30度、動作保管温度マイナス10度から40度で、マイナス10度から使えるから、真冬の北海道とかマイナス20度とか行くところでは使っちゃいけないですね。マイナス10度まで、冬の新潟とか群馬の山奥とかならギリ使えると。群馬の山奥マイナス15度いくか。で出力が最大で 2400W まで、ほぼ全ての家電が使える。瞬間最大が 4800W なんで、起動時にめっちゃ電力がかかるモーターがついてる家電とかでも使える。 2400W だから例えば 1200W のドライヤーと 700W の IH とか同時に使ったりもできると。充電スピードが AC だけでも最大 1500W ってめっちゃ速い充電ができるんだけど、ソーラーパネルと組み合わせると約 1.6 時間でゼロからフル充電までできるらしいです。で UPS 機能っていうのも備えてて、家のコンセントから充電器でこれに挿しといて、災害時でも電源を落としたくない家電をこっからつないでおいたら、普段は家のコンセントの電気から使ってるんだけど、災害とかで家の電気が落ちた時にポタ電からの給電に瞬時に切り替えるっていう災害用の使い方もできます。ポタ電使う時に一番重視してるのは、一つの面に全部のポートが揃ってるっていうことなんだけど、これはそうなってますね。車中泊とか狭いところでポタ電を使う時にやっぱ一つの面にポートが集中してるってことはかなり重要ですね。あともう一つは上がフラットなこと。持ち手があるから完全なフラットではないんだけど、収納の部分の上の部分はフラットです。あとはスマホのアプリと連携すれば残量とか使用状況を確認したりとか、細かい設定ができるらしいです。あと気になるのは、実際に使った時のファンの音がどんな感じかとか、どんな家電を使ったらどれぐらい容量が減るのかとか、そこの辺はこれから実際に使って試してみようと思います。今家のコンセントに挿しました。始まった。最大の 1500W で設定してるけど、1400ちょいぐらいで 30% の時点で結構音が鳴り始めたね。充電中ついに 100% になった。おめでとうございます。2時間経って 25% から 100% になったんだけど、ずっと1500にしてたんじゃなくて、途中400に変えた。海子がね料理してる時にやっぱね、家の電気のキャパ超えちゃって停電しちゃって、途中でねこれで400に下げてやったりしてたんで、ずっとフルパワーで2時間じゃないんだけど、でもねこのつまみのおかげでね最後まで充電し続けられた。概要欄のチェックお願いします。軽トラの荷台にこれを置きました。普段から冷蔵庫もイーノーさん T10 を使ってるんで、これをポタ電から動かします。でポタ電駆動で今これが鳴るはずです。
今なんと13度なんで、もうすぐ冬の感じですね。当面の暖房はマイ暖を使います。カセットガスの暖息のお酒です。動画の順番的にはこの動画より後になるんだけど、対馬と壱岐に軽トラで行って釣り旅してきて、12月ぐらいから動画にしていきます。ね、この酒めっちゃうまくって、横山50っていう壱岐の酒蔵のお酒なんだけど、なんか九州の方って言ったら焼酎がメインだけど、壱岐でも日本酒の蔵がない時期が28年あったんだけど、数十年ぶりにこの横山さんが日本酒作りを復活させるってことで、他のところに修行に行って日本酒作りを習得して、でゼロから壱岐で酒造りを再開したっていうお酒です。でこれがね、なんか俺そこそこいろんな日本酒飲んでるけど、めっちゃうまいんだよね。これに出会ったきっかけは、五島の福江島のサンさんっていうお店でこの壱岐のお酒を出していて、それを飲んだ時に感動して知ったんだけどっていう、まあ雑談です。おー、いいねただの醤油でいいや。いただきます。今回は千葉の内房の岩井海岸ってところに来てて、そこで明日釣りをしてみます。前来た時は確か坊主だったな。ソーダカツをばらしたりしてたから、夏の前ぐらいに来て、今回はちょっと狙いはイカとショゴかな。超過情報を見た感じだと。でなんか最近水温もいい感じで、この辺19度ぐらいまで下がってきてるから、青物とかもそろそろいいんじゃないかなって。明日爆速2馬力サップで釣りをしてみます。長旅の後ってのもあって、装備が今だいぶ軽トラの中整ってて、この辺はいつも通りで、これもいつも通りでしょ。この寝袋の掛けどころがね、ここも完璧。結構寝袋ってかさばるし、ここの隙間入らないから、これ結構ごつい寝袋だから。でこのポタデンの上らへんがね、バッチリやった。でこれなんだっけ、白馬のゆるキャラで、これはいつも通りでしょ。なんか今月末に海外にサーフィン行くことになってて、友達と全然最近サーフィンそっちのけで釣りばっかしてるけど、遠征先でもサーフィンしようと思ってこの板持ってってたけど、一回も結局使わなかった。ただこのサーフボードがかなり天井収納として優秀で、ここに電気毛布とか、まあウェットスーツとか釣り竿とか今置いてないけど、パジャマとかここに置いてて、かなりはかどった。これ上からベルトで吊り下げてるだけ。ここの収納、上の収納だだっ広い収納なんだけど、小分けにしてこのダイソーのボックスを配置して、まあ、ちょっとぐちゃってるけど、食料とかガス缶とか、まあ、キッチンペーパーとかを小分けにして置くようにしてます。でここに奥は釣り竿とパックロッドと、バルーン通りのなんだフレームです。うわ、いいねこれなんか昔なんだっけ、ドライフライヤーみたいなの、こんなでっかいの使ってたことあるけど、これでいいじゃんって感じだな、もはや。もう一瞬で車内が18度まで上がった。さっき13度だったんだけど、もうちょっとこれ毎段つけるだけですぐに気温が上がる。今年の冬もこの軽トラでどっか行こうと思ってるけど、どういう暖房がいいかってのは考え中で、毎段ももちろん一つの手なんだけど、これのデメリットはガス管の消費が結構
激しくて、普通に使ってたら2日で1本ぐらいガス管消費するんで、ガス管のゴミが出るっていう点で結構デメリット。効きは抜群にいい。他にも FF ヒーターとか灯油ストーブとか、これからいろいろ試してどれがベストか決めようと思ってます。軽トラ買う時点でもすでに薪ストーブを軽トラで やりたいって思ってたんだけども、薪ストーブなんて多分実際はおしゃれでいいけど、使い勝手はもう最悪だと思うんで、もうやらないことにしました。それあと変わった点がね、軽トラのホロの中で、リアハッチを前々からつけようと思ってんだけど、まだリアハッチは全然できてなくて、リアハッチをつける前段階の状態として、左右にこういう風につけてる。で、これが意外と出入りする時の手すりとしてかなり優秀で、ここも持ってるし、船外機を固定するためのベルトを引っ掛けるいいきっかけにもなってて、すでに使い勝手がいい。このイーノーさんは餃子を4分かける2ラウンドホットサンドメーカーで温めて 100% から 97% になります。 3%。 イーノーさんの D18 Pro なんだけど6度に設定してあります。野菜とかが今メインで入ってるんで、野菜って結構温度低すぎると傷んじゃうんで、魚だと1度とか2度にするし、マイナスもこれできるし、氷も作ったりもできるんだけど、後でやってみようと思うんだけど、冷やすだけじゃなくて温めたり保温したりもできるんで、缶コーヒーとかお茶を温めて朝になったら飲み物が温まってるっていう状態にしようと思ってます。とりあえず夕飯を食べよう。ちょっと暑くなってきた。こっち5分の 1。97% スタート。鍋開始。3でいいかな。最初はちょっと強めの4にしよう。660ワット使ってるんで。肉に火が通れば、肉はまだだね。いただきます。87% なんで。これだけじゃなくて今、このランタンの充電と、冷蔵庫もポタ電から動かしてるんで。熱くなってるから一旦切ろう、これは。このかぼちゃは海子の実家の庭で海子のお父さんが育てたかぼちゃ。締め。うどんが完成して止めたけど 80% になったね。うわ、ふっと。そして今回配信分だけでなく、ごちそうさまです。めちゃくちゃ興奮する。鍋の夕飯が締めまで終わって、79%。今鍋が終わって気づいたんだけど、めっちゃ結露してるわ。缶コーヒーとか缶のお茶とかを入れてきてるので、保温モードにして朝までに温めて、これを朝飲みたいです。この冷蔵庫に入ってる冷蔵のものたちをクーラーボックスにで、冷蔵庫が空になったんで、よいしょ。これね、いいの D18 Pro、D18 とか D10 とかのプロがつくやつ、白いやつは保温加熱モードが上げられるんですよ。お、30度超えたらここが赤くなって、これ加熱モード。何度まで ?60 度までいける？
60度までいけんだこれ。相当は60度ってもうあっちあっちだね。で冷蔵モードにしてたからもちろん今6度スタートなんだけど、すぐもう8度になったね。これ面白い。でどんぐらい電気使うんだろう。冷蔵庫と同じ感じだ。41ワット。もっと100ワットぐらい使うかなって思ってたけど、意外と40ワットで済むんだね。この E-NO のポータブル電源と E-NO の冷蔵庫、いい感じの組み合わせで相性もバッチリっすね。10時半になっちゃったずっとトータルテンボス聞いてた。でこの60度に設定したこの中、うわめっちゃ熱くなってる。分かった。冷蔵庫の時はこの下の方が冷えるんだけど、加熱モードだと多分この上の方が温まるわ。これでいこう。加熱モードマジか。バッテリーは寝る前で74%っすね。明日は最近日の出も遅いから一旦5時半ぐらいに目覚ましをかけて早起きして釣りをします。ファン回ってる時はファンのマークがついて、でこれファン回ってるんだけどそこまでうるさくない。 1500W で充電してる時は結構ファンの音は気になってたんだけど、放電中のファンの音はまあ耳栓すれば全然気にならないレベル。寝るときはこれは切って電気毛布を使います。なんかこの電気毛布海子が買ってきたやつなんだけど、こんなくるまれるようになってて、まあチャックでくるまらないことも可能なんだけど、くるまれるようになってる。でこの中に入って、ほんでその上から寝袋をかけて寝るっていう感じで。寝袋も季節に応じて4種類ぐらい持ってんだけど、その4段階のうちでこれ2番目にあったかいタイプですね。これでまあ冬の始まりぐらいまで過ごして、もう真冬から冬が明けるまでは最強のやつを使うんですけど、今回はまだ2番手。普通の駐車場なんで靴は車内にしまって、パッと見は普通の車のような体で寝ます。紐をつけてこのチャックを内側から閉めやすく工夫しました。完全に閉まりました。ホロが電気毛布はね 12V じゃなくてコンセントを使います。スマホはね釣りの時はほぼ満充電の状態で持っていくようにしてます。この電気毛布のここのところによし中の下ぐらいでいきます。多分だけども真冬の軽トラの荷台の車中泊でも電気毛布とこの寝袋、もう一段階強い寝袋を使えばヒーターとかつけないで過ごせると思う。ただ車内がマイナス10度下回っちゃうとポータブル電源は使えなくなっちゃうんで、そこだけは要注意なんだけど、ポロで寝るときは外の音がダイレクトで中に入ってくるんで耳栓は絶対あった方がいい。電気毛布ちゃんのおかげでこの中はあったかい。車内の空気はめっちゃ寒いね。7度はやばいね。
んにちは。お、毛並みいいじゃん、あんた。あ、頭突っ込んできた。かわいい。あんた。うわ、飼い猫みたいなの、なんか。なんこの子。かわいすぎじゃん。あんたなんで路上生活してんの？完全に寝坊した。今日はもう釣りはいいや。電気毛布切って結局ね、今朝の7時半なんで、何時に寝たっけ、11時ぐらいに寝たから8時間今日電気毛布を中ぐらいで動かしてて、お、すごい41% まで減った。いいのの冷蔵庫は保温モードで60度キープしてる。これなんかあちあちのブラックコーヒーでうわ、あちあちになっとるわ。朝起きてすぐにあちあちをいただけるっていうのは革命かもしれん。まずお茶にしとこうかな。なんとなくあったかいお茶もう選べちゃうから、何にするか。60度ってどんぐらいだろうって思ってたら普通に熱々の感じだねコンビニのあったかい飲み物コーナーのお茶と同じぐらいのあったかさかも。いいね、このコンビ最強かもしれない。もうなんか釣りとかどうでもよくなっちゃったもんね。寒いんだよね。もう寒くて起きる気がしなかったもんね。温泉でも入って帰るかな。10時から温泉だからそれまでちょっと待ったりして。この冷蔵庫ってバッテリーでも駆動できるようになってて、だからポータブル電源とかサブバッテリーがなくてもこれ単体で動かすことでできるので、一応旅の時とかはこのバッテリーの予備を1個積んでます。このバッテリー1個あると結構安心で、しかもこれ自体がミニサブバッテリーみたいな感じで USB のタイプ C とタイプ A が1個ずつこっから取れるので、もしもう電源がないっていう状態になってもこれでスマホの充電とかできます。お守りのように予備を1個常に積んでる。エブリィでもうわで折りたたんで潰して焼けばいいんだ。あとやっぱコーヒーは自分で入れて飲みたい派なんで、ケトルとトースターの同時使用ちょっとやってみる。2400ワットまでトータルいけるんだけど、これが500-600ワット、これが700ワットだからトータルで1300ワットぐらいまでのはずなんで、もうだいぶこれでも余裕で使えるはず。残量は 40% でね。ケトルスタート、トースタースタート。トースター分厚いからこれ 5分にしよう。
532ワットだね。今ファン回ってね、ファンの音してるけど、ポイーンって感じで、確かにファンは結構静かですね。うわー、いい感じ。初めてサンドにして作ったかも俺。今までただパン焼くだけだったからね。すごいな、両面なんかワッフルみたいな。ちょっと見栄えは雑だけど、40% から、35% に減った。 5% 消費した。いいの乾杯。いただきます。これバナナパンケーキってやつじゃないですか。ただのバナナパンか。うわ、うめえ。去年も何回かバナナパンやってるけど、サンドしないでパンの上にバナナを置いただけの状態でホットサンドすると、ここにバナナがこびりつくっていう現象がね起きてたんで、今回その反省を生かしてサンドにしたら何の問題もなくクリーンに仕上がった。28年ぶりのワールドカップへ一歩前進です。カメル3点目。これ超絶劇的じゃん。とんでもない試合だったんだ。うわ、ロバートさんおめでとうございます。すごい試合だねこれ。うわ、これワールドカップ楽しみや。なんと一番乗りです。釣りしてないからね。今ね、チャージャー1にいいのポタ電に付属している DC 充電ケーブルをつないで、走行充電をできるかどうか試してみます。このポタ電側が 12V から 60V ってなってるんで、 56V でポタ電を充電するように設定してみました。で 32% の状態なんですけど、一旦ちょっとエンジンをかけてみます、試しに。お、来ましたね。500W ぐらい出てるね。498、最大 500W になってるから 500W 以上は出ないようになってるので、まあ、500W で走行充電できるんだったら長旅でも使えますね。ソーラーとか走行充電するときに重要なのが、このポータブル電源に付属の DC 充電ケーブルを使うことが重要です。他のケーブルを使うとうまく動かないケースがあるようです。さっきね、充電電圧56、58V でやってたら途中で充電しなくなっちゃったんですけど、28V に今試しに変えてやったら 272W で継続的に充電できそうです。どの電圧が一番効率的に
充電してくれるかっていうのはいろいろ試しながら探っていく必要があるんですけど、とりあえず今回はここまでにしておこうと思います。